レンジとして縦編みやっていきたいと思います。オープン。おお。はい、こんにちは、小島漁師浜湯です。やってきました秋漁の季節で、今回はですね、動画の中盤にお知らせがございます。皆さん見逃さないようにしてください。で、秋漁といえばスズキとかね、秋ザワラとか、その秋になって冬に向けて油を蓄える美味しい魚を狙っていくわけです。その美味しいお魚取りに行きましょう。はい、それじゃあいつもの尺稼ぎ長靴を履いて、でカッパも持っていきます。じゃあ涼しくなったとはいえ氷は必須なんで氷を取ります。よいしょ。じゃあこのでっかい氷重たい、よいしょ、持っていきます。だっちゅうの。ちょっと潮が見て高すぎて危ないんで、この荷台にはしごを下ろします。すってんころにすることあるからね。じゃあ行ってきます。よいしょ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 っと、これで OK で、網やる準備もしていきます。で、この網ですね、この間マナガツオの網からサーラの網に乗せ替えました。1年に2回ですね、網の乗せ替えがあるって感じですね。結構めんどくさいですよね。めんどくさいけど目合いが違うから、マナガツオの網でサーラ取れないんで仕方ないです。マナガツオの網でサーラ取れたらもうこんなサーラだからね。50万円置いて、でブレーキ周りガチャガチャします。で網出して網やる準備して終了ですね。はい、じゃあいい感じに暗くなってきました。そろそろ行きたいと思います。じゃあ足を上げて、で風で飛ばないようにくくります。じゃあロープも外して、よいしょ。出航していきます。どすこい。はい、それではポイントへ到着しました。手袋を履いて、こちらのネットローラーのブレーキ周りガチャガチャしてレバーを上げて速量を回していきましょう。あれを回さないとですね、網の下側の沈止コードっていう重りのついた部分が逆巻きしちゃって大変なことになります。それでは網を入れていきます。で、今回の量はどういった量かっていうと、流し差し網って言って 1.5 キロの長さの網で、高さは30メートルある網を入れていきます。それでは30分ほどの時間をかけて網入れが終了しました。反対側にも灯台をつけて、それを海の中に入れたら網やりは終了です。はい、じゃあ無事網が入れ終わりましたので、ちょっと時間を置いてから食ってあげていきたいと思います。待ちましょう。 See you。 それではカッパを着てモストマスキュラーということで準備したので、網を上げていきましょう。まず船をバックさせて灯台のところに行って、こちらの灯台鍵で上げていきます。これもね、操船が技術がないとなかなか難しいです。次に油圧のスイッチを入れてネットローラーを回していきます。そしたら次、ペラに網が巻かないようにガッチャンを入れていきます。ガッチャンの役割を図で説明すると、網を巻いてるとどうしてもペラが勝手に回ってしまうので、ガッチャンを沈めて30メートルの長い高い網がペラに巻かないように抑えるためのやつです。
ガッチャンの説明も終わったところでいよいよ網を巻いていきます。果たして魚はかかっているのでしょうか。で受けがねずっと上がってくるんで、それを取って外してかけていくっていう作業をひたすらやっていきます。網は非常に汚れております。魚が全然来ませんと思ったら1匹目やってきました。こちらサゴシですね。サゴシというのはサーラの子供で、魚って出世魚が多いんですけれども、サゴシの場合はサゴシサワラっていう感じで出世していきます。それで魚は締めて流水の中でしっかりと血抜きをしていきます。2匹目やってきました。こちらはカマスですね。今年はなぜかカマスが非常に多いです。こちらも網から外して取っていきましょう。見た目も超えていて非常に美味しそうです。その後も魚がポンポンと上がってくる様子はありません。何か魚影が見えました。果たして何でしょうか。これはでかい、なかなか大きなサイズのヒラメです。痩せてはいるんですけれども、サイズとしてはこんな感じ、かなり大きい。ご感想は？嬉しいです。ちょっと痩せてますね。さあ次、新しいお魚がやってきました。こちらサンマと間違う人も多いんですが、ダツというお魚です。英語ではですねニードルフィッシュといって、針のような魚っていう意味を指します。確かにめちゃくちゃ細いですね。でその後もカマスとずっとカマスが来ている状況です。さあまたしても何か大きなお魚がやってきましたと思ったら、こちらは先ほどのダツのでっかいバージョンですね。めちゃくちゃでかいです。でダツって光るものに反応する性質があって、それを見たら猛スピードで突っ込んでくるほど危険なお魚です。それに刺されて実際に死ぬ人もいるぐらいです。だから本当にね、夜の海気をつけないと危ないですね。さあ危ないといえばまた危ないお魚がやってきました。こちらハモです。ハモはですね、噛むが変わってハモになったんですけど、それぐらい噛む力も強いし、噛むのが特徴的な危険なお魚です。で次やってきたのがこちら台湾ワタリガニですね。いや台湾ガザミですね。こうしてたんですね。さあ次取れたのがですね、最近海苔の食害で問題となっているクロダイ、チヌですね。それから平たいことでヒラ、ヒラはですね岡山で結構有名で、岡山ではヒラの骨、小骨がなければ献上品と言われるほど美味しいです。次こちら本命が来ました。スズキですね。スズキはですね夏が注目されがちなんですが、俳句で秋の季語になるほど実は秋も美味しいお魚です。それからスズキはですね川でも見たことあると思うんですけど、環境適応能力がめちゃくちゃ高くて、昔ダムがなかった頃はなんと琵琶湖まで行ったこともあるらしいです。さあ最後にスズキが来て、残念ながらもう網繰りは終了してしまいました。灯台を上げて最後に船を洗って網繰りは終了です。お疲れ様です。はい、じゃあ網繰り終了しました。マジで今年少ないですね。昨日まで親父たちが取れてたらしいんですけど、スズキも全然いなかったですね。で取れたのがわずかこれだけです。サゴシ、スズキでカマスがぼちぼちで、ヒラメが1匹です。で帰る前にちょっと腹減ったんで、このうまそうなカマス1匹食ってみましょう。じゃあこちらの見事なカマス鱗取っていきます。で頭を落としてで内臓を出していきます。でこれを洗って、はい、じゃあさばいていきます。もう大名おろしでいきます。これは絶対うまいね。で腹骨取って、で血合い骨取って、ピロロロロロでこちら炙っていきます。でこれに浜ゆポン酢をかけて、めちゃくちゃうまそう。いただきます。うまっ。身がめちゃくちゃ柔らかくて、脂のりがめちゃくちゃいい。それから旨味の爆弾です。これはたまらん。じゃあ帰ろう。はい、じゃあ帰ってきました。晩酌です。サゴシの刺身とカマスのお刺身ですね。でこちらハイボール。乾杯。いただきます。
うまい。でサゴシですね。もうこれわさびだけでいきます。塩つけてます。いただきます。うまい。まあ魚は少なかったけど、こういう美味しいものが後から食えるの最高です。はい、というわけで翌日の昼になりました。美味しいご飯で昼飯作っていきたいんですが、最初に言ってたお知らせ、今回はですね、こちら、これから寒くなる冬に向けて美味しい鍋の素を開発しました。こちらの商品なんですが、浜湯ポン酢でお世話になった地元の企業の竹さんさんともう何回も打ち合わせ、それから試食を重ねてようやく完成しました。ちなみにポン酢に引き続きこれもね、他の市販のものに比べるとどうしてもめちゃくちゃ高いです。やっぱね、そこは正直に言わせてもらいたいと思います。どうしてもね、大手さんと比べると高くはなっちゃいますけど、利益をそんなめちゃくちゃ取ってるわけではございません。その代わり味はですね、僕好みのうまいやつで、現在ですね、ドン・キホーテさんのこちらの店舗で取り扱ってますので、近い方ぜひどうぞ。それじゃあ鍋の具材を用意したんでやっていきましょう。まず昨日採れた見事な秋スズキですね。それから台湾ガザミのオスとメス、野菜がたくさんにエビがあって、こっちには何もない。そして豆腐と豚肉です。豚肉入れたら海鮮キムチ鍋の素じゃねえじゃんって違うんですよ。これを入れるとうまいんです。魚からも出汁が出ます。それでは漁師ちゃんこ海鮮キムチ鍋の素バージョンやっていきましょう。レッツゴー。それじゃあまず見ることなスズキの鱗を取っていきます。で、スズキはですね、体表が金色で光沢を放っていることからね、魚の貴公子と呼ばれます。まさに僕じゃないですか。さあ鱗を取っていきましょう。結構鱗自体は細かいので簡単に取れます。はい、じゃあ綺麗に鱗が取れました。こちらをまな板へ移動します。で、見てください、このでっかい口。これでね、魚を丸飲みします。食われてみましょう。こんな感じ。それじゃあさばいていきます。まず頭の後ろからこう包丁入れて、で腹びれちょっと切ってこっちも入れていきます。あ、ちょっとタイム苦玉切っちゃった。危ねえよ危ねえ。で、さっき苦玉洗う時に見たんですけど、見てください、この内臓脂肪の量。スズキはですね、俳句では秋の季語となるぐらいですね、秋も美味しい魚なんですよね。で、頭落としていきます。関節の割れ目ですね、そこに入れて、ほんで腹骨も裂いて取っていくと。で、中はこんな感じ。まあ巻いてるのが内臓脂肪で、これ肝臓めっちゃ綺麗だから肝臓も鍋に入れちゃいましょう。はい、こんな感じ。めっちゃ綺麗。あ、ちょっと苦玉ついてる。で、魚の内臓は新鮮だったら生で全然いけます。こちらマサルさんの、これまたお高い醤油ですね。これをつけて、人の醤油も正直ちょっといただいてみましょう。めちゃくちゃうまい。で、スズキはですね、空気袋が普通の魚と違って結構しっかりまとわりついてます。で、これ外します。で、これいっぺん動画でしたんですけど、この空気袋食えます。で、めちゃくちゃうまいものかって言ったら別にそうでもないかなって感じ。こんな感じ。じゃあこちらをきれいに洗ってさばいていくんですけど、今日は大名おろしにします。なんでかっていうとですね、片方をね骨付きでやっていこうと思うんで、大名おろしでも大丈夫だろうと。ここのね油骨がちょっと硬いんで気をつけてゴジゴジって。で、ここまでいったらもうスーッと引いてあげる。で、こんな感じ。油もしっかりのって美味しそうです。で、ここを切って、であとはですね、骨と骨の間のこの軟骨を狙ってぶつ切りにしていきます。こんな簡単に切れます。こっちも軟骨は柔らかい。で、関節が切れたらぶつ切りにしていきます。ただね、この背びれが硬いからね、切ってなるべく背びれはかかとで。包丁痛めたくない時はね、手でちぎればもう満タイです。ここまでいって、ここの骨がめっちゃ硬いんで、ここはもう手でちぎります。 OK。では次、台湾ガザミのオスとメスやっていきます。やっぱ台湾ガザミの特徴は何といってもこの珍しい模様ですよね。これ小豆島でもともとそんなに取れてなかったんですけど、近年増えてます。こっちがオスでこっちがメス。僕はいつもこのカニはね、なんかハーブっぽい香りがすると思ってるんですよ。で、普通の渡りの方が僕は好きで、こっちがオスだからふんどしがこうムキッとねなってます。で、メスは丸い。分解方法はふんどし取って、で開いて、でこのエラを取る。エラも食えんことはないと思うんですけど、美味しくないですね。で、口取って、で縦に分解。今日はこんだけにしておきます。で、オスも同じように。
はい、以上全ての材料が揃いましたんで作っていきます。で、鍋を用意して視聴者さんにいただいた浜湯鍋ですね。で、ここに鍋の素を入れていきます。よしちゃんこってかっこいいですね。ちゃんこってね、確か相撲界ではもうご飯のことをちゃんこっていうらしいんで、これもちゃんこですね。で、これ濃縮還元なんでパッケージがやっぱ普通の市販のやつよりだいぶ小さいです。ここに水を入れるスタイル。じゃあ次、ここに具材を詰めていきます。まず白菜、きのこ、ネギ、豆腐、厚揚げ、里芋、豚肉、エビ、それからカニ、そして採れたスズキ。で、最後にニラ。で、濃縮還元なんで水を550入れます。これはお好みですね。薄いほど濃くなる。で、蓋をして弱火で火にかけると。よし、これで放置。はい、じゃああれから30分ほど煮込みました。鍋の様子を見ていきましょう。こちら、オープン。おー。一袋にしてはちょっと具材が多かったんですけど、めちゃくちゃうまそうにできております。はい、じゃあ一旦乾杯です。今日は朝日ですね。で、まあ僕一人がうまいうまいって言っても仕方ないというか信憑性がないじゃないですか。というわけで今回あ、こんにちは。こちら松岡さんに来ていただきました。硬いな。硬い。いらっしゃいまお願いす。します。で、松岡さん、今回はい僕めちゃくちゃ高い鍋を作ったんですよ、鍋の素。へえ。なっちゃった。なっちゃった。なるんですよね、どうしても。へえ。これを今日一緒に食べあて、ちょっと感想ください。わかりました。お願いします。はい。じゃあ早速食べましょ早っ。う。もうできてるんで。カニがあると。そう、カニも台湾渡りがおったから。松岡さん、カメラ久しぶりやから、グネ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 。自分の体がまんまなのな。よし。じゃあ早速いただきましょう。はい、それでは、いただきまいす。ただきます。何食べますか？どうもお任せします。じゃあ、昨日取れたこのスズキを。松岡さん、鍋一番何が好き？キムチしたいんだけど、う子供が辛いって言うからあーあんまりせんみたいん。なるほど。な。うん。はい、どうぞ、松岡。はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとはい食べてみてください。じゃあいただきます。ちょっとお汁いただきます。はい。あ、うまっ。これでもカニの正直な感想。カニの出汁かな。カニの出汁が出とるだけかもしれない。ちょっと野菜入れすぎたから薄い、若干野菜減らしたらもうちょっとうまい。でもうまい。美味しい。うん。癖がないやろ。うん。子供でもいけるぐらい。ちょっと甘めっちゅうか。うんうんうん。うん。で、まあ無理に海鮮入れなくても海鮮エキスもちょっと入ってるっていう。スズキはどうですか？スズキ。いただきます。スズキ。わ、味濃っ。うん。うまい。めちゃくちゃ魚の味がしっかりしてる。漁師ちゃんこです。うん。でも出汁うまい。あ、よかった。出汁うまい。うまいそうです。僕もうまいと思います。で、この余っただしなんですけど、まあラーメンもいいんですけど、僕はやっぱりご飯を入れて、で、卵もいいですけど、やっぱキムチ鍋にはキムチじゃなくて、マヨネーズじゃなくて、チーズですね。で、そこにネギも入れて、で、蓋をして煮立たせます。で、煮込んだらこんな感じ。はい、松岡さん、はいじゃあやっぱ締めといえば雑炊ということで、はい。こちら雑炊持ってきました。うわ、うまそう。ではこの締めの雑炊もついで、どうぞ松岡さん。はい。ありがとうございます。どうぞ。いただきます。あ、うまい。チーズでまろやかになっとんで。あうん。抜群かな。ありがとうございます。じゃあ松岡さん、僕もいただきます。はい。うまっ。めちゃくちゃ味が濃い。やっぱキムチ鍋にはチーズがめっちゃ合う。なんか商品の時の食レポが一番自分下手な気がする。全然何も喋る。うまいしか言う。作ろうとするからですよ。確かに正直に言えばいい。そうそう正直に言ったらもううまいからうまい。熱っ。じゃあ松岡さん、あとはゆっくりと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ松岡さん、今日はありがとうございました。すいません、ごちそうさまでした。はい美味しいものを。あ、よかったです。はい。じゃあまた。あ、ちょっとお待ちを。お土産です。あ、すいません。じゃあ今日、今晩家族で。はい、ぜひ。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、鍋は美味しく食べ終わりましたが、このままでは飽きり終われないので、リベンジとして縦網やっていきたいと思います。縦網の飽きりをですね。それじゃあ移動して、
旗入れて、それで網を入れていきます。じゃあ次はこちらの磯立てっていうメバル取る網やっていきます。はい、じゃあ磯立てもやったんで帰って夜に栗に行きたいと思います。とりあえず一旦帰ります。はい、じゃあ暗くなってきたんで網栗行きたいと思います。ちょっと風がぽやぽやしてます。よろしく。はい、じゃあ沖に来たんですけど、めっちゃ風吹いてます。風吹いて操船しながらないといけないんで GoPro 使いながら。はい、じゃあ大風の中網を食っていきます。でも船が軽いから風で流されに流されるので船を操船しながら網を食っていきます。さあ果たして何がかかっているのでしょうか。1匹目やってきました。こちら天然マダイですね。でマダイはですね、本当に皆さんもう魚といえばタイと思うかもしれないんですけど、実はですね縄文時代の貝塚からも骨や歯が見つかっていてですね、昔から食べられていたということが分かります。でこちら同じタイはタイでもまた別のタイ、コブがついているコブダイでございます。でコブダイはですね実は死滅回遊魚って言って、黒潮とかに乗って北海道の方とかまで行っちゃうんですよ。でなんで死滅っていうかっていうと、やっぱ自分が慣れない土地だと誤って、そのまま死んでしまうっていうことも、誤ってっていうかそのまま死んでしまうこともあるので死滅回遊魚っていう名前です。基本はね自分のとこの磯で住んでおります。ノーノーとノーノーとはおかしいけどね。でこちらメバルが鈴なりでやってきております。磯立てっていうだけあって磯に網を立てるんですけど、もうこの網の目が小さいから小さなねお魚がかかりがちです。でこちらはイネゴチ、稲の時期に美味しいんだった気がします。その後も繰り始めますがひたすら、ずっといない感じですね。さあスローじゃない早送りが終わりました。何か上がってくるのでしょうか。こちら次はチヌですね。黒鯛、さっきのマダイが、真の赤い鯛だとしたらこちらは黒い鯛、それは人間が決めた尺度の中での話なので実際はわからない。そしてこれは磯の王様、アコウでございます。でその後ろに小さいアコウはいたんですけど放流サイズなのであちらはリリースで、これおじいさんとよく取り入ってましたカワハギですね。僕がいつも大好きって言ってるウマヅラハギの、上位互換とも言われております。ただですねウマヅラハギの価値は最近見直されてきてて、ウマヅラハギも非常に高いお魚となっております。では磯立ては終了ですね。それではこれらのお魚を外していきます。でね、外し方なんですけどマダイだけ見ていきましょう。でこれ3枚立てって言って3枚の網になってて、真ん中の網に入ったのが袋状になんていうのかな、周りの網になってるんですよ。その袋を探して袋を返していくとこのような形で魚が外せます。難しいですけど頑張りましょう。磯立て終了。はい、じゃあ網繰りが終了しました。風の中やってきたのに取れたものがわずかこれだけですね。アコウが合計3匹と黒メバルが8のガシラが1つで、ガシラとアコウをよく間違える人がいるんですけど、こうやって見ると全然違います。それから大きなコブダイ、コブがついてる。で大きなタイが2枚、1つは死んでしまいました。それからチヌとイネゴチですね。それから正面臭いという意味を持つバリ、アイゴです。ここにずっと毒針がついてます。それからタイゴと小さなハギ、2つとも死んでたんでおかずにします。じゃあ次の網繰ります。じゃあちょっと邪魔な網をそっち寄せて、さあ次は縦網を食っていきたいと思います。磯立てとのさっきとの違いって言ったら網の目がさっきのよりは大きいのでより大きなお魚を狙えます。ちなみに、磯立てっていうのは縦網の中のうちの一つの名前というか、タイ網とか枯れ立てとかいろいろ他にもねいろんな魚を目的とした名前がつくっていうのが
網の特徴です。漁師さんがね勝手に言ってるだけでございます。さあタイが来て、こちら次アカエイの赤ちゃんですね。でこちらはエソっていうのはですね、小骨が多いんですけど、実は、高級かまぼこの原料だったりもします。でイネゴチが来て、その後もアカエイが続々と来てます。もうこの時期にはね、アカエイの産卵シーズンっていうのは終わってて、基本的にはそんな取れないはずなんですけど、今年はなぜかアカエイが非常に多いといった感じですね。で何か大きいものがやってきました。ドドンということで、こちらヒラメですね。上を向かした時に左を向いていればヒラメです。で手とのサイズ見比べてみてください。めちゃくちゃでかかったです。ちなみにヒラメ8000円もしました。で次ですね、また大きなアカエイが来てて、この2つの間を通れないので船の上に上げていきたいと思います。せーの。かわいいですね。僕としては毒針に刺されたりして全然可愛くはないんですけど、でこちらメイタガレーでまたヒラメですね。でアカエイの毒針って実は昔アイヌ民族の人が毒だけ取り出して矢毒にしたり、トゲをこの木の棒につけて、それを森みたいな感じで使っていたこともあるそうです。面白いですね。でさっき来た大きなアコは上がりだったのでちょっとお安いです。で僕の大好きなウマヅラハギもやってきました。顔がウマヅラだからウマヅラハギで、ちなみにハギっていうのは皮を剥ぐからハグが語源になっております。だからウマヅラのハギとハグということでウマヅラハギなんですね。でその後もアカエイとかがいっぱい来ております。さあでこのアカエイ見てください。尻尾でめちゃくちゃ暴れております。僕もね去年か一昨年か刺されたんですけど、めちゃくちゃ痛くて何針か縫いました。で毒はついてるんですけど、毒は基本的にアカエイはタンパク質属なので、アカエイにもし刺されてしまったら50度ぐらいのお湯につけましょう。その後も、ウマヅラアカエイといった感じで、アカエイはいらないですね。僕的には食べたらすごい美味しいんですけど、なんでか残念ながらまだまだ、世間的には認められてない。僕が広めていきたいと思います。それでは網繰り終了です。魚を外していきます。はい、じゃあ網が繰り終わりました。風なんか出てきたし、もう秋だから魚いると思ったんですけど、まだ少ないですね。とりあえず今日は風吹いてるんで早めに帰りたいと思います。帰ります。はい、じゃあ大風の中帰ってきました。取れたものを見ていきましょう。よし。はい、じゃあこれだけの量の魚が取れました。でヒラメが4枚ですね。一番でかいやつとちょっと上がっちゃったやつと生きてるやつ、それからクロダイにウマヅラハギがぼちぼち、もっといてもいいんですけどね、20ぐらいでアコウですね。小さいアコウはリリースです。さよなら。であとはメイタガレー、このメダカが飛び出てる特徴で、最後にエソ、かまぼこの原料になるやつです。こんなもんですね。銭目で言ったらかなり少ないです。生かしていきます。じゃあ漁師の必須アイテム、網酢入れて生きてる魚を入れていきます。見てください、このヒラメなんか食べてるのか、めっちゃお腹ぽっこりです。何食ってんだろう。はい、じゃあ口を閉じてここに釣っておきます。とりあえずこれで漁は終了です。はい、というわけでお疲れ様でした。乾杯。魚はいなかったですけど、これがリアルですからね。で明日の朝4時に起きて市場に持っていきたいと思います。少ないでしょうね。はい、じゃあ事務所の方に帰ってきました。今日は明日早いんでこっちで寝たいと思います。で今日の晩酌はですね、めちゃくちゃ贅沢なんですけど、小豆島で採れたバフウニと紫ウニですね。これは海の水産さんにいただきました。じゃあバフウニいただきましょう。バフウニっていうのはすごいね、小さいウニなんですけど身が濃厚なはずです。じゃあいただきます。普通のウニと比べて癖がまたすんごいいい感じで、めちゃくちゃ多分お酒好きな人は好きな味だと思います。最高です。じゃあ明日おやすみ。おはようございます。起きたふりです。起きました。眠いです。今から市場の準備に行きます。
はい、というわけで帰ってきました。それからショート動画を撮っていたんですが、思ったよりね、ヒラメの相場が良くて、1万ちょっとしかないのかなと思ったら3万何本あって、結構良かったです。で、今回発売の高い鍋なんですけれども、味はね、非常に美味しいです。ただね、その高さ分のうまさがあるかって言われたら正直微妙なところはありますが、正直にね、そこは活かしていただきます。ただ味は普通に美味しい。そんな感じです。本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. バイバイ。